シリーズ第1回、夢は生体エネルギーの輝きである、夢見のメカニズムと脱神秘化。私たちは毎晩、眠りにつくと夢を見ます。現代の一般的な心理学や脳科学において、夢とは記憶の整理や無意識の願望の表れ、あるいは脳の神経回路がランダムに放電しているだけの現象として説明されることがほとんどです。一方で、オカルトやスピリチュアルの世界では、前世の記憶や神仏からの啓示といった客観性のない神秘論で語られることも少なくありません。しかし、東洋の伝統的な仙道収容法における実践体系では、夢に対するアプローチは全く異なります。仙道において、夢とは単なる脳の残像でも根拠のない幻覚でもありません。それは私たちが生まれつき体内に宿している生体エネルギーである気そのものが睡眠という深い変性意識の中で放つ客観的な輝きであり、自己のエネルギー状態を映し出す精密なスクリーンなのです。全5回でお届けする夢見の科学シリーズ第1回となる今回は、夢の正体を生体エネルギーの視点から物理的客観的に解明し、仙道における夢見法の扉を開くための基礎ロジックを解説していきます。睡眠と生体エネルギーのメカニズム。なぜ人間は夢を見るのでしょうか。この問いを解く鍵は、覚醒時と睡眠時におけるエネルギーの向きの違いにあります。私たちが起きている日常の覚醒時、意識は常に肉体の外側の物理世界へと向いています。目や耳といった感覚器官を通じて絶えず外部の刺激を処理しているため、体内の生体エネルギーは外側へと消費され、内面の微細な変化に気づくことはできません。しかし、夜になり体を横たえて眠りに入ると、脳波は日常のベータ波からアルファ波、シータ波、そしてデルタ波といった深い変性意識状態へと沈み込んでいきます。この時、五感のスイッチがオフになり、外側へ向かっていた意識と生体エネルギーは、一気に体の内部、すなわち主観空間へと反転して流れ込みます。体内の経絡や神経系を満たしているエネルギーが、脳の視覚や潜在意識の領域を内側から刺激した時、そこに立ち現れる光の映像、それこそが夢の正体です。瞑想を深めた修行者がまぶたの裏に炭光や内的光と呼ばれるまばゆい光を感知するのと同じように、夢とは睡眠中に生体エネルギーが活性化し、内的な光となって放たれている物理現象になります。夢の鮮明さとエネルギー密度の関係。夢が生体エネルギーの輝きであるとするならば、私たちが普段見ている夢の質にも明確な法則が存在します。疲労困憊して気が枯渇している時や体調を崩している時、見る夢はぼんやりとして薄暗く、断片的でまとまりのない悪夢になりがちです。これは体内のエネルギー密度が低下し、視覚的なスクリーンを鮮明に発色させるだけの燃料が不足している状態を表しています。逆に、小周点などを通じて体内のエネルギーが満ち溢れている時や、生命力が充実している時には、夢は驚くほど色鮮やかで、まるで現実の景色を見ているかのような圧倒的な物質感と光を伴って現れます。仙道における夢見の技術とは、この現象をただ受動的に眺めるのではなく、意識の覚醒を保ったまま能動的にコントロールしていく訓練です。世間一般の明晰夢のように、単に夢の中で夢だと気づいて遊ぶといったレベルにとどまるものではありません。睡眠中の変性意識を利用して自らの生体エネルギーの純度を極限まで高め、内的な光を自在に操作するための極めて高度な収容法なのです。夢は消え去るだけの幻ではありません。それは自らの肉体と意識、
そして生体エネルギーの連動によって生み出される極めて精密なエネルギーの反応です。夢のメカニズムを正しく理解し、客観的な技術として捉え直すこと。これが仙道の夢見法をマスターするための絶対的な第一歩となります。では、この眠りの中で体験する夢の空間と私たちが今生きている現実の空間には一体どのような関係があるのでしょうか。仙道ではこの2つの世界を完全に分断された別物とは捉えません。次回シリーズ第2回でお送りするテーマは、夢と現実の空間は連続している主観空間と外界をつなぐ一元論の世界です。なぜ仙道の実践者は夢の中の現象を現実世界の変容へとつなげることができるのか。意識と空間の境界を解き放つ仙道特有の認識論を紐解いていきます。次回もどうぞご期待ください。